免責事項。本動画はドヤ動画です。視聴者の投資の参考や投資鑑賞のために制作したものではありません。将来予想が当たった時にトマトちゃんが惚れ見たことか私天才と自慢し自己満足を得るためだけの動画です。投資は自己責任でお願いします。バイオ株は試験結果次第で1日で株価が半分以下になることもあるのでご注意ください。あと気づいたら動画が削除されていることもあるのでその時は空気を読んでください。今回のお話ですが前回の肥満薬の動画を見ていることを前提に説明していくね。なので見ていない人は先に前回の動画を見てね。簡単に復習すると肥満薬市場の将来性は非常に大きく有望なの。肥満薬を出した企業は一つは時価総額でテスラを抜きもう一つもかなりテスラに近づいているよ。今回は私が推す肥満薬の新しい薬を作っているティッカーシンボル VKTX を紹介するよ。推しの意味は推奨ではなく私のアイドル VKTX という意味よ。 NVO は肥満薬が承認された後2年半で時価総額が370ビリオンダラーも上昇したよ。 VKTX の時価総額が3ビリオンダラーだからもしすごい肥満薬が開発できたら100倍のポテンシャルがあるかもよ。これは前回の動画でも説明した VKTX の説明だよ。肥満薬は VK2735 という薬で皮下注射と飲み薬の両方を開発しているよ。皮下注射はフェーズ2の結果が3月までに出るよ。飲み薬はフェーズ1の結果が3月までに出るよ。さてここからが本題。私のアイドル VKTX の推しの理由を説明するよ。大きいものは3つ。カテゴリー、これまでの試験結果、短期間に2回のバッターボックスに立てるだよ。細かなものも含めて私がどれだけ VKTX にラブラブか説明するよ。これは前回の動画で説明した肥満薬の開発中のリストだよ。赤枠で囲んでいるのが VKTX の薬だよ。一つ目の推しの理由が実はこれが一番重要だと思っているんだけどこのカテゴリーだからだよ。それだけ。そう思ったかもしれないけどかなり重要だと思っているよ。では前回動画のファクトを整理するね。2021年6月に NVO のこの薬ウゴービが承認されたことからこのストーリーが始まったよね。次に緑色の LLY のこの薬ゼプバウンドが2023年11月に承認されたよ。現段階ではウゴービより後発のゼプバウンドの方が良いと言われているよ。何が言いたいかというと現段階では薬として承認されているものとしてはゼプバウンドが最高だということだよ。そしてそのベストのゼプバウンドと同じカテゴリーにいるのがこの赤枠だよ。この縦の列は薬そのものは違うけど同じメカニズムを狙った薬のカテゴリーだよ。あまり適当な表現を使うと製薬会社の人やお医者さんに怒られるのが嫌だけどぶっちゃけこの中はベストのゼプバウンドの類似品だよ。薬として承認されているということはこのメカニズムでちゃんと薬となるということが証明されているということだよ。逆に言うと承認の行に薬がないものは現段階では証明されていないメカニズムのカテゴリーだよ。もちろん証明されていないからといって薬にならないわけではないよ。ただ薬の開発って成功するよりも失敗する確率の方が圧倒的に高いよ。たくさんの薬を持っている大手製薬会社ならばともかく少数の薬を開発するバイオ企業ならば成功確率の高いところに投資する方が良いと思っているよ。そう考えると前回紹介した ALT はこのカテゴリーにあるけどいまいちときめかないよね。本当に
それが重要なのって思ったかもしれないから追加で説明するね。この会社、この赤枠の薬と書いてないけど GLP-1 のフェーズ1にもう一つ薬があるけどロシュっていうスイスの大手製薬会社に買われたよ。その会社もこのカテゴリーを狙っているよ。このように大きな企業が狙っているカテゴリーでこのカテゴリーにいることが重要だとわかるよね。そのカテゴリーの薬を開発しているのが VKTX だよ。ちなみに GLP-1 と GIP の両方のカテゴリーだけど GIP の説明も簡単にするね。いろいろ図を作ってみたけど簡単に言うと GIP は GLP-1 の親戚だよ。細かく見ると機能が違うところもあるけど GLP-1 に似たやつだよ。GLP-1 だけの受容体というセンサーを狙ったやつが NVO の薬だよ。GLP-1 だけでなく GIP のセンサーも同時に狙ったやつが LLY や VKTX の薬だよ。なぜ両方狙った方が良いのかはまだ十分に分かってないところもあるよ。GLP-1 だけの場合、吐き気や嘔吐という一般的な副作用があるよ。GIP を追加すると食欲の低下につながるが、吐き気や嘔吐を軽減できるという話があるよ。次の推しの理由に行くね。試験結果を説明する前に VKTX のここまでの開発の流れを見ていくね。2021年6月に NVO の肥満薬が承認されたのがこのストーリーの起点だよね。2021年11月のオベシティウィークという学会で VKTX からこの薬の動物実験結果が突如発表されるよ。2022年1月からフェーズ1が開始されるよ。これは皮下注射の試験だよ。その結果が2023年3月に発表されたよ。結果が良好だったからそのフェーズ2が9月に開始されたよ。一方で飲み薬の方は2023年3月からフェーズ1が開始されたよ。その両方の結果が2024年 Q1 すなわち今年の2月か3月に発表される予定だよ。動物実験のデータは参考にならないから現段階で参考になるのは皮下注射のフェーズ1の結果だけとなるよ。この結果を見ていくよ。結果を見る前に肥満薬で重要な観点は2つあるよ。1つはもちろん効果。一番主要な効果は体重減少だよ。肥満薬だから当たり前だよね。もう一つ重要なのは副作用だよ。副作用はいろいろあるけど、例えば嘔吐、下痢、吐き気などがあるよ。実は効果だけでなく副作用も肥満薬だと重要だよ。余命半年でそのための治療薬ならば副作用が強くてもみんな飲むよね。けど肥満症の人は副作用の強い薬を頑張って使おうと思わないよね。実は副作用の問題で脱落する薬も肥満薬では多いんだよね。試験結果を見るときは副作用も要チェックだよ。では皮下注射のフェーズ1の結果を見ていくよ。結果の前にフェーズ1の目的は何かというと、さまざまな用量で健康な人に投与して安全性や妊用性を評価することだよ。通常は健康な人の試験なので効果は見ないことが多いけど、今回は健康な肥満の人で試験をしているので体重減少の効果も見られるよ。体重減少の結果は28日で最大 7.8% 体重が減少したよ。プラセボ、すなわち有効成分のない薬との比較で最大 6.0% の体重が減少したよ。体重の減少が少なく見えるけど、それは期間が28日と短いためだよ。例えばフェーズ2では13週の結果が出る予定で、フェーズ1より3倍以上長い期間となるよ。当然期間が長くなればなるほど体重減少の大きさが大きくなる傾向にあるよ。副作用に関しては
観察された有害事象の大部分は軽度または中等度で、重度のものはなかったよ。また、消化管の副作用に関連した試験中止はなかったよ。他の薬剤より副作用が少ないことへの仮説として、例えば LLY のゼプパウンドの投与後に最大の濃度になるまでの時間が24時間から48時間だったのに対して、VK2735 では75時間から90時間とかなり長いことが考えられるよ。急激な血液での濃度上昇が副作用につながる可能性があり、それが VK2735 の方が緩やかだということだよ。容量によって妊用性に変化がなかったよ。すなわち容量を増やしても大丈夫だったよ。肝脂肪が最大 47% 減少したよ。LDL コレステロールが最大 22% 減少したよ。今回のフェーズ1での最高容量 10mg だよ。最大容量である 15mg は未使用で、まだ本気は出してないよ。ちなみに 15mg はフェーズ2では使用する予定だよ。容量が増えた方がより体重が減る可能性があるよ。試験結果を踏まえた上で競合の状況を見ておこうか。まずは AMGN の AMG133。わかりにくいけど AMG133 は VK2735 とはメカニズムが異なり、GLP-1 のセンサーへの作用と GIP のセンサーへのブロックを行う薬だよ。かなりの体重減少の数値を出しているよ。だけど最大容量では 50% が中止、75% が嘔吐を伴っており、副作用の問題があるよ。LLY のレタルトルチド、GLP-1、GIP に加えてグルカゴンのセンサーに作用するよ。こちらもかなりの体重減少の数値を出しているよ。ただ、こちらも副作用の問題があり、不整脈が見られたりしているよ。カーモットの CT388。フェーズ1の少数の結果だけど、最低容量で 100% の胃腸副作用を示したよ。次に飲み薬。GLP-1 関連の飲み薬は NVO の糖尿病用の薬だけで、肥満の薬としては承認されているものはないよ。GPCR の GSBR1290 は28日目のプラセボ調整の体重減少では 4.9% の改善が見られたが、8週目では改善ができなかったよ。LLY のオルフォルグリプロンは28日目でプラセボ調整後の体重減少が約 2.5%、32週目で約 11.5% となっており、VK2735 がこれを上回るかが重要となるよ。3番目の推しの理由は、3月末までに予定されている大きなイベントが2つあることだよ。これまで説明した通り、皮下注射のフェーズ2の結果と飲み薬のフェーズ1の結果が両方2024年のQ1に発表される予定だよ。どちら加害毎日の結果でも、もう一つの結果次第で盛り返すことができる可能性があるよ。1年間とか待たされると厳しいけど、3月末まで期間は限られるので、それまでの期間で勝負ができるよ。ここで補足しておくと、前回の動画での説明が間違っていたけど、飲み薬は皮下注射の置き換えは想定してないよ。会社側の想定としては、飲み薬は皮下注射ほどの効果は出ないと思っているよ。言い換えると、飲み薬のフェーズ1の結果は、体重の減少がそれほどでなくても十分だと考えているよ。体重の減少が少ない薬に何の意味があるかというと、注射に抵抗感がある人に使ってもらったり、注射で効果が出た後のフォローアップ期間に使ってもらうなどの用途を想定しているよ。繰り返すけど、フェーズ1での体重の減少の数値の判断基準がそれほど高くないということは、より結果が出やすいことを意味するよ。まとめると、VKTX はカテゴリーよし、試験結果よし、
3月末までにチャンスが2回あることが推しの理由だよ。最後に、薬の試験は水物で、有望な薬も大量に失敗してきた歴史があるよ。なので、推しでも失敗する可能性は1万回ぐらい、よく頭の中で考えてみてね。それじゃまた次回。何でもいいからコメント欄でリクエストしてね。みんなのコメントがなくていつも寂しがっているよ。バイバイ。